来るっていう言葉は、例えると防犯カメラのようなものです。日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。少し前にするとやるの違いについてお話ししましたが、その時にじゃあ来るとやってくるの違いは何ですかっていうコメントがありました。今日はこの2つの違いについて一緒に考えましょう。どちらか片方しか使えない場合もあるので、最後まで見てこの2つの使い分けをマスターしましょう。ところで皆さんはこの曲を聴いたことがありますか？ララ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 ラ、ちびっこカウボーイがやってきた。はい、ここでちびっこと言っているのは子供っていう意味の口語です。ですからこの歌は自分の街に子供のカウボーイが来たっていうことを歌っているわけですが、じゃあここで質問です。カウボーイが街にやってきたとカウボーイが街に来たでは何が違うと思いますか？来るとやってくるの違いは英語で言うと come と come over の違いに近くて、中国語で言うと来と過来の違いに近いです。ただこれは近いっていうだけで完全に同じっていうわけではないんですね。ちなみにやってくるは複合動詞なので、漢字でやってくると書くよりやってくるのようにひらがなで書くのが好ましいとされているので、今日の動画ではやってくるのようにひらがなで統一して解説しますね。まずこの2つの決定的な違いは距離感とドラマ、つまり感情です。まず来るっていう言葉は例えると防犯カメラのようなものです。つまり目の前にある場所に移動してきたという事実を客観的に説明しているだけなんですね。でもやってくるっていう言葉はまるで映画の主人公のようです。はるばる遠いところから時間をかけてついにここに到着したっていうドラマチックなニュアンスが含まれているんです。また誰かが長い間待っていたものに対しても使えるので、ただ来るっていうよりも主観的な感じがしますね。例えばただ同僚の田中さんのことなら、田中さんが会社に来ただけで十分ですよね。ただそこに現れたっていう事実を映す防犯カメラのようなものです。でも、何年も会っていなかった親友がわざわざ海外から飛行機に乗って会いに来てくれたなら何と言えますか？ついに田中さんがやってきたって言いたくなりますよね。そう、遠いところから時間をかけて待ちに待ったものが到着するっていうドラマがあるのがやってくるなんです。では次のような場合はどうですか？今日親戚から手紙が何々。これは来たが正解です。この来たは普通やってきたに変えることはできません。どうしてでしょうか？それは手紙っていうのは無生物だからですね。普通やってきたの主語になれるのは人間か動物だけなんです。ですから我慢の限界が何々た。ギターの練習に飽きが何々た。など、感情が主語になっている時も、これら感情は生き物ではないので、
やっぱりやってきたを使うことはできません。我慢の限界が来た。ギターの練習に飽きが来たのようになります。でも例外があります。やっと待ちに待ったお正月が何々だ。こんな風に季節などを擬人化するとき、つまり人間みたいに例えてドラマチックに言いたいときは、人間じゃなくてもやってきたを使うことができるんです。やっと待ちに待ったお正月がやってきたということができます。さらに面白いのが形の変化です。来るは、例えば命令形だったら来いとか、移行形だったら来ようって自由に形を変えることができますよね。でも、やってくるには命令形や移行形などは普通ありません。なぜなら、やってくるは遠くからはるばる移動してくるプロセス全体を指す言葉だからです。目の前の人に今すぐそのプロセスを始めろと命令したり、自分の意思でコントロールしたりするのは不自然だからですね。だから、やってくる、またはやってきたは形が変わらないんですね。最後に、やってくるの例外的な使い方を教えちゃいます。ちょっと自分の部屋で宿題を何々る。これは、やってくる。ですけど、このやってくるは、さっきからずっと考えているやってくるとは、全然意味が違うことに気がつきましたか？日常会話で日本人がよく、ちょっとタバコを吸ってくるとか、ちょっとコンビニに行ってくるって言いますよね。この何々ってくるは、実はさっきの宿題をやってくるの親戚なんです。このやってくるは何かアクションをやってからまた元の位置に戻ってくるっていう意味なんですね。ですから、ちょっと自分の部屋で宿題をやってくるっていうのは、宿題をやるっていうミッションを果たしてから、また元の場所に戻るよっていう意味なんですね。これがわかると、日本人の日常会話の何々してくるが全部クリアに見えてきますよ。では今日の動画のまとめです。日常のシンプルな移動や抽象的なことには来るを使います。やってくるじゃありませんよ。でも人間や動物がはるばる遠くから時間をかけて到着するドラマにはやってくるを使います。ただし、宿題をやってくるは行って宿題をしてまた戻ってくるっていう意味になるので要注意ですね。こんな風に教科書が教えてくれない日本語の微妙な違いについてシェアしています。今回の動画が何かの参考になったっていう方はぜひグッドボタンを押してくださるとすごく励みになります。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。